シャーロの日本語ポッドキャスト。あ、財布落とした。終わった。こんばんは、シャーロです。今日は日本人のいいところと悪いところを話していきたいと思います。個人的な意見なので、絶対ではありません。あらかじめご了承ください。まずは、いいところを4つ話していきます。1つ目は、物を盗まれることが少ないところ。あなたが財布を落としたとき、どう思いますか？終わった、と思いますよね。日本だと他の国と比べて、駅とか交番とかに財布が届けられる場合が多いです。スマホや財布が机の上に置きっぱなしでも、それが盗まれるようなことはめったにありません。僕は以前、旅行に行った時にスーツケースを電車に忘れたことがありました。鍵もかけてないし、いろんなものが入っていました。ですが、駅員さんに確認したら、何一つ盗まれることなくきれいに保管されていました。多分誰かが届けてくれたんだと思います。そもそも、スーツケースほどのでかい荷物を置き忘れるっておかしいんですけどね。もし、あなたが日本に来たら、レストランの机にスマホと財布を置きっぱなしにしてみてください。本当に盗まれないかもしれません。僕は責任を取りませんが。一つ目のいいところは、物を盗まれることが少ないところです。二つ目のいいところは、困っている人がいたら積極的に助け合うところです。日本人は割と、誰かを助けたくてうずうずしている人が多いと思います。ちなみに、うずうずというのは何かをしたくて落ち着かないという意味です。日本人は困っている人がいたら助けたいと思っている人が多いと思います。自分よりも他人を優先する人が多いです。もちろん、それがちょっとだけ大変なことでも、お金は取らず、無料でやってくれます。もし、あなたが日本に来てお困りであれば、僕に相談してください。1万円払えば助けに行きます。二つ目のいいところは、困っている人がいたら積極的に助け合うところです。三つ目のいいところは、ルールを守る人が多いところです。先ほども言った通り、日本人は他人を優先する人が多いので、ルールが決まっていなくても勝手にルールが出来上がります。列に並んで順番を待ったり、ゴミをきれいに片付けたり。日本には、察するという言葉があります。これは、相手の気持ちを言わなくても理解するという意味で、日本人はこの察する能力に長けています。みんながいい気分で過ごすためにどうすればよいかをみんなが勝手に考え始めるのが日本人のいいところだと思います。三つ目のいいところは、ルールを守る人が多いところです。四つ目のいいところは、時間を守るところです。日本の電車を見てください。事故とかがない限り、本当に1分の遅れもなく到着することが多いです。このような環境で育ったせいか、人も時間を守ります。日本の電車のように、時間を守る人が多いです。むしろ、遅れないように早めに来る人が結構います。僕も時間に結構厳しい性格で、誰かが待ち合わせに1分でも遅れると少しイラッとします。もちろん、ごめんね、の一言があれば全く問題ないです。ごめんねがないとどうなるか、それ以上は言わないでおきます。4つ目のいいところは、時間を守るところです。では、ここからは個人的に思う、日本人の悪いところを3つ話していこうと思います。1つ目は、とにかく関わりたくない、と思う人が多いところです。自分が関係のないところでは何が起こってもいいけど、自分だけは巻き込まれたくない、と考える人が多いと思います。日本人はスルースキルが高い、と言われたりしますが、
目の前で問題が起きていても全く関わりません。電車の中でおじさんたちが殴り合っていても、電車の床で誰かが寝そべっていても、ほぼ何もしません。むしろ、その場から静かに移動します。日本人は困っている人を助けてくれるんじゃないのって思いましたか？誰かが動くとみんなで助け合います。二つ目の悪いところを紹介しますね。それは、みんな同じところです。日本人は、誰かが動かないと、みんななかなか動けません。一人が助け始めると、その横にいる人も助け始めて、気づいたら5人くらいになっています。ですが、みんなが何もせず見ていると、みんなも何もせず見ているんです。ちょっと日本語がおかしいですが、日本人はみんな同じが好きです。ちなみに、僕はみんな同じが大嫌いです。電車で殴り合っている人がいたら、僕はもちろん声をかけますよ。足をガタガタ震わせながらね。一つ目の悪いところは、とにかく関わりたくない、と思う人が多いところ。二つ目は、みんな同じところです。三つ目の悪いところは、自分の意見を言わないところです。先ほどちょっと話しましたが、日本人は察する能力が長けている分、言わなくてもわかると思い込んでいる人が多いです。皆さんは口で会話をしますよね。ですが、僕たち日本人は、口で会話するのではなく、目で会話をし始めます。冗談ではなく、本当です。いや、言わないとわからないよ、って。言わないとわからないことの方が圧倒的に多いのに、日本人は自分の意見を言葉にしません。だがしかし、言わなくてもわかることも結構あるんですよね。だからこそ、あなたが日本人と一緒に過ごすと、少しもどかしさを感じてしまうかもしれません。もしそんな状況があれば、言いたいことがあるなら言ってね、と伝えてあげてください。少し黙り込んだ後、ベラベラと話し始めることでしょう。三つ目の悪いところは、自分の意見を言わないところです。いかがだったでしょうか？今回は、僕が思う日本人のいいところと悪いところを紹介しました。いいところと悪いところは、二つで一つですね。いいところを裏返すと悪いところになり、悪いところを裏返すといいところになる。つまり、僕がこの動画で皆さんに伝えたいことは、悪いと思っているところも、裏返すと良いところに変わる可能性があるということです。たった今、言いたいことを思いつきました。日本では、悪いところを別の言い方で、欠点、と言います。僕の欠点は、頑固なところです。こんな感じで、欠点という言葉を使いますが、欠点という漢字を見てください。欠かせない点なんです。欠かせない、というのは、絶対に必要なもの、という意味です。欠点というのは、あなたにとって、もしくは他の誰かにとって欠かせないものになります。多分。はい、10分経ってもこれ以上何も思いつかなかったので、今回の話はこれでおしまいです。あなたの意見をぜひコメント欄で聞かせてください。共感できること、共感できないこと、この動画の感想など、あなたの意見をもらえると、僕も新しい発見が生まれます。そして、何よりコメントをいただけることが嬉しいです。できれば日本語でコメントを書いてみましょう。自分の意見を日本語で書くことで、覚えるスピードが圧倒的に違います。間違っても大丈夫です。翻訳機を使っても OK です。ご希望であれば、あなたの日本語を添削します。言語学習はアウトプットがとても大切です。ぜひ、この場を使って、どんどんアウトプットしてください。では、また次回お会いしましょう。
最後まで見ていただき、ありがとうございました。